どうもこんにちは、朝日です。皆さんお久しぶりです。今外が雨降ってましてテントの中で撮影してるんですけど、現在地はイギリス南部です。来週船に乗ってフランスに行って、そこからまたアフリカ目指して進んでいこうと思ってまして、動画投稿する内容もこれからどういうルートで進んでいくかっていう内容を喋ろうかなと思ったんですけど、今日の本編は去年の動画ガーナの映像です。はい、なのでね、近況の話をちょっとしてから本編に行こうかなと思ってます。本編見てもらったら分かるんですけど、顔つき全然違います。今は当時よりも8キロくらい太ったんで自分でもびっくりしてますけど。で、本編のガーナの映像ね、実はここ3ヶ月くらい悩んでまして、ずっとボツにしようと思ってました。っていうのも、そのガーナに行った時にそれまでに映像がかなり溜まってる状況で、自分がどんな映像を作りたいかっていうのが見えてなくて、ただ闇雲に撮っていってもなっていうのがなんか気持ちとして強かったんですよ。それで例えばその場面 A と場面 B があったら、その接続部分撮ってないとか、そういうのがもういっぱいあって、編集してもどうしようっていうのをずっと悩んでたんですね。で、今そのロンドン出発して旅再開直前っていうところになって、やっぱりいい作品に仕上げたいっていう気持ちが強くなってきて、それで時間がかかりましたが、ようやく完成したという動画です。はい、そんなガーナの映像本編を見てみましょう。今回の内容は西アフリカガーナを旅する14日間のまとめ。偶然にも多くの日本人と出会い、いい思い出がたくさんできました。首都に向かう途中で奴隷貿易の歴史がある世界遺産の要塞を巡り、後半では世界最大の電子機器の墓場と呼ばれるスラム街に行ってみます。アフリカ自転車旅11カ国目にしてこれが最後の国。自転車旅でしか出会えない魅力の世界をご覧ください。はい、無事にガーナ入国しております。すごい雨。じゃあ現金、ガーナの通貨セディっていうガーナ独自通貨なんですけど、これは銀行で ATM キャッシングしようと思ってます。目の前にエコバンクっていう西アフリカで強い味方の銀行があるので行きます。なんかね、カードが弾かれることが多いんですけど、アフリカってエコバンクは結構アクセプト、キャッシングできるんですよ。手数料なんぼなんやろな。なし。手数料ないわ。マジ？このパターンは手数料ないぞ。行きました。ガーナセディ1000セディ、1万3000円分ぐらいですね、下ろしました。今見たら15セディ手数料乗っけられてた。確認なしかよ。180円ぐらい手数料なんで全然安い方ですけどね。どっかの国だったら1000円ぐらいの手数料取られちゃうっていうね、そんなのありました。 OK、 お金はこれで大丈夫です。あとはこの国境でどっかキャンプさせてもらえるように頼まないといけない。さあ、ありがとうございました。国境ボーダーゲート、よく眠れました。こっちが警察署なんですけども、本当は最初この後ろでね、キャンプできませんかってお願いしたんですよ。そしたら一人で喋り続けて叫んでる人が少なくとも2人ぐらいこの近くにいて、この警察署の後ろやめとけってね、ポリスオフィサーにも言われて、国境ゲートの中に戻ってキャンプさせてもらったっていう感じです。今朝7時、国境の町エルボー出発。
ガーナ旅の始まりです。ガーナもまた他の西アフリカの国々と同様に入国にはビザが必要です。この時はリベリアで取得することが最もいいと言われていて、費用は70ドル、約1万円で、これが最安でした。入国スタンプを見ると滞在許可は14日間、延長したい場合は首都にある移民局で申請すれば30日間につき80セディ、約1000円で最大90日間まで可能だそうです。知らずにオーバーステイすると罰金があるから気をつけてと言われました。朝食をいただきます。 Good morning. Bisano di mana doko? Edroka. No, 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 here. Eating here. Ebi no ha. Daba kampante. Ah, rice and beans. 5 cedi, okay. Yes. Pasta. Fish. Yes. Maja so non sono. Okay. Merci beaucoup. Hey. Thank you, thank you. What is the name? 45. Wachi? Wachi. Wachi. Okay, thank you. How much? 5 cedi? Rice 5 cedis. Fish 5 cedis. Pasta 1 cedi. Let's say 14 cedis. 14 cedis. 14. Yeah. Come on now. 14 cedi? 50 pesos. 50 pesos. 14 cedis. Only 50 pesos. 40. Okay. Okay. 40. 50 pesos. 14 cedis. 14? 14 セディ。OK。14セディ。13。180円。いただきます。名前忘れた。ソースピリ辛やな、最高やん。なんか赤飯みたいな感じです。ソースがうまい。ペペっていうペパロニか。西アフリカの料理は基本的に乗っけてくれるんですけど、ガーナのペペ段違いに辛い。めちゃめちゃ好きや。ごちそうさまでした。それじゃあ再出発。着きました。今日の目的地アゴーナっていう町です。スタートしたところから120キロ走って、今時間は4時。頑張った。なんか日曜日結構閉まるようで SIM カードが買えない。明日じゃないと買えなさそうな感じ。あるのか。はい。You have a SIM card? 面白いシステムや。 SIM カードはあるけど登録作業が日曜日休みやから SIM カード売ることはできてもさ、ネットの開通は今日はできないよっていう、そんな感じらしいです。タコラディっていう次の町30キロぐらいかな、そっち方向に向かって進んでいきます。ヤムイモフライ、さつまいも的な扱いですね。さつまいもほど甘くないけど、フライドポテトとは全然違う甘さが。この日の夕方はアゴーナを離れて国道沿いを進み、小さな村でキャンプの許可をいただきました。これは西アフリカではよく見る光景です。キャッサバ、トウモロコシ、ヤムイモなどを混ぜ合わせ、お餅のような食べ物を作っています。
ガーナの中でも呼び名は様々あり、バンクーやフフが一般的ですが、この村では赤さと呼んでいました。じゃあいただきます。ちなみにスプーンを使って食べようとすると怒られます。うまい。おはようございます。倉庫みたいな場所で一泊させてもらうことができました。朝食です。いただきます。オッケー、ありがとうございました。This way? Thank you. Thank you very much. I call you later. Thank you. ありがとうございました。出発です。朝10時です。Hi. Elmina. Elmina today. 国道1号線なんですけどね、ガーナもこんな感じなんや。一部だけであってほしいですね、こういうのは。いいよ。SIM カード全然買えない。こんな難しい。なんかね、ボーダフォンか MTN っていう会社の2社になるんですけど、ボーダフォンのショップに行ったらガーナの住民しか SIM カード登録できませんって言われて、ほんまかな。とりあえずそのどこのちっちゃなキオスクみたいな商店マーケット行って SIM カード売ってますかって売ってるって言われても、ガーナの住民しか登録できないって言われてるんですよ。どうしたらいいんやろな、こういうのは。空港とかそういう場所に行くしかないんかな。街の真ん中に教会がある。エルミナキャッスル。今日は9月5日、もう5日だ。早いね。ガーナには世界遺産が2つになってるんですけど、1個はアシャンティ王国の遺跡みたいな名前でクマシっていう町にあるんですよ。第2の町ね。でもう1個が城塞群、砦のその集合体みたいなやつが世界遺産になってて、そっち側の城塞がね10個ぐらいあるんかな。めっちゃ多いんですよ。でそのうちの1個です。エルミナ城塞、エルミナ城、エルミナキャッスル。またの名をセントジョージっていうんかな。1979年登録、だいぶ初期の方の世界遺産ですね。それだけ負の歴史遺産、アウシュビッツや広島の原爆ドームに並ぶような、そういう物語が含まれた場所ってことです。見ていきましょう。日本人です。日本人ですか？日本人。こんにちは。マジですか？こっち住んでます？僕は住んでる。で、招待して。僕あれ自転車僕の。世界一周中ですか？世界アフリカ一周中。すごい。すごい。しかもめっちゃ偶然ですね。入場今から。今からです。お名前は朝日です。沖田って言います。沖田さん、ヒロさん。よろしくお願いします。後でインスタでも萩原です。萩原さん、お願いします。ちょっと早速相談なんですけど、SIM カードどうやって買うんですか？これね、SIM カード買えないんですよ。ですよね。ガーナカードないと買えなくて。ですよね。いや、僕それめっちゃ困ってて、今日3日目なんですけど、昨日もう全部断られて。Wi-Fi とりあえず僕のやつあげましょうか。いや、そこのね、お兄さんがポケット Wi-Fi をさっき使わせてもらったんですけど、まあそんなに大事な連絡来ないんで大丈夫っちゃ大丈夫です。いや、そうなんですよね。今年から変わったみたいな。いや、結構前から。そうなんですか。SIM カード買うにはガーナカードが必要なんです。いや、あれがしんどいんですよ。なるほどです。じゃあポケット Wi-Fi 借りるか eSIM 契約するかっていう2パターン。eSIM ありますか、ガーナって？ないですか？どうされてます？僕がガーナカード持ってるんで。それで買ってあげたみたいな。
僕は JICA のあれなんですよ。JICA で来てて、はい。で JICA って2台持つんですよね、携帯。ああ、なるほど。はい。でそれで僕が MNT のやつ買ってボーダフォンあげた。ああ、そうなんですよ。なるほどです。わかりました。まあなんかそれすっきりしました。いやなんか向こうの気分で言ってんちゃうかなと思って。ああ、そうじゃないんですよ。なんかツーリストのやり方わからんから断ってるじゃなくて、そうなんです。全土でもうこれ店決まった。頭なんですよ。なるほど。マジでめんどくさいですよね。わかりましたわかりました。そうなんですね。さあ思わぬ日本人とのばったりの出会い。はい、それじゃあエルミナ城に入っていきます。エルミナ城はアフリカで最も古いヨーロッパ人による要塞の一つです。15世紀にポルトガルによって建てられ、その後オランダやイギリスに統治されました。当時のアフリカで奴隷貿易の中心地として重要な役割を果たし、約300年間も続いたその悲惨な歴史が刻まれています。奴隷貿易の遺産といえばセネガルのゴレ島も有名ですが、エルミナ城はもっと重苦しい雰囲気があります。奴隷として収容され、ラベルをつけられ、船に乗せられる直前の収容所ということで、壁には指でひっかいた跡が残っていたり、収容された人々は想像を絶する心境だったことを感じます。入場料は80セディ、約1100円で、カメラは撮影料が必要ですが、スマホなら大丈夫のようでした。ありがとうございました。エルミナキャッスル終わりです。この辺りアシャンティ王国っていうのがもともとありまして、その王国がどうやって財を成したかというと奴隷貿易だったっていうからね、ちょっと驚きですよね。黒人が黒人を売るっていうことに加担してヨーロッパの、イギリスだったりっていうその列強にトレーディングしてたっていう、そういうのの拠点の一個ですね。でアシャンティ王国、今はガーナの中でも認められてる王国だったはずです。そこの首都が第二の町クマシっていうところになります。行けるか分からんけど、行ってみたいなっていうふうに思いました。そんなわけで次のお城に行きます。行くんかなケープコースト。はい、とりあえずケープコーストに移動します。めっちゃいい、開放的、南国、気持ちいい道です。ケープコーストまで5キロ。さあケープコースト中心部に着きました。ここにも世界遺産の砦ケープコースト城っていうお城がありまして、それが目の前の白いやつですね。入場するかどうかは悩んでるんですけど、その前にインターネットが欲しいね、やっぱり。お土産屋がいっぱいあるってことは観光客がいっぱい来るってことですよね。なんか SIM カード売ってるお兄さんとかおらんかな、こういうところに。What type chip you want? SIM card? Yeah. What type? MTN, Vodafone. Which company is the best? All Coverage. of them is good. Yeah. Okay, we can classify it. Okay. If I get MTN or Vodafone, I can give it to you. Okay, and the price? Each one is 150. 150 cedis. 150 for the SIM card? Yeah. One Because I'm giving you my own. 150 CD. Like this. No, Can't- it's too, it's too high, too high. I'll show you. Wait. I'll show you. Yeah, yeah. 彼のお助けで SIM カードを開通させるとしたら 150CD って言ってたんで、2000円で SIM カードが買えますよと。でプラス何ギガバイトインターネット欲しいかによって、料金が変わるんですけど、 SIM カード開通する持つために2000円ってやりすぎだと思うんですよ。それだったらいいわっていうねふうにお断りしました。朝日です。朝日。お名前はどっちにアキラって呼ばれてる方で、アキラさん。違うして。実はさっきエルミナ寄ってたんですけど、そこでもJICAの方、
そう、ヒロさんって言ってた。二人組ですよね。そうですね。僕んち今泊まってるんですよ。めっちゃ偶然。エルミナからチャリで来たんですか？めっちゃ近いっすよ。まあまあまあ、車で10分でもチャリ30分。まあそうですね。で、いやエルミナ入ってツアーガイドツアーで見て、でケープコーストのこの城も同じような内容なんちゃうかなと思って正直入るの迷ってたんですよ。50セでかかるし。そうそう。もうええかなみたいな、それよりもインターネット欲しいぞっていうので、そのお兄ちゃんたちと話したんですよ。はい。そのランチにはヒロさん、沖田さんは多分来ないです。ちょっと別のJICA隊員が今。なるほど。はい。ばったり出会った JICA 海外協力隊の方ですね。ランチありがとうございます。はい、めっちゃ入りやすいです。一緒に食べましょうって言ってお誘いしていただきました。ありがとうございます。給料はどっちから出るんですか？現地からですか？日本から？いや、日本のJICAからしか出ないですよ。配属先から出ない。ああ、じゃあ日本から来るって感じですか？配属先からなんか住むところを用意してもらったりとかはあるぐらいで、それぐらい。じゃあ日本円で振り込まれる？日本円で振り込まれるのと現地でドルでもらえば。ドルとかそんなんで。JICA って国営なんですか？民営？国営？国営かな、ほぼ国営。独立行政法人化されたんですけど、国の予算が 100%。あ、じゃあなるほど、そこからの資金繰りがあるんですね。あざきさんは今日どっか泊まるとこ決めて？ナイス。ヒロさんと2人泊まってるんですけど、うちいいんですか？来ても、はい。ソファーしかないけど。むしろ全然全然どこでも寝れます。廊下でも。部屋の中にテントを立てて寝るってこと？そういうこと？いやそんなスペースないですよね。これは厚して1階、1階でも2階でもどっちでも立てていいけど。2階？一軒家なんですか？一軒家に僕と大家さんが住んでるんですよ。じゃあ SIM カード買いに行って、でうちの学校の Wi-Fi で動画アップロードしてもらって、いいね。高校の先生ですか？僕はIT 担当の職員。IT 担当といえばパソコンを教える？いや、事務作業とか。へえ。アフリカの漁村って感じですね。はい。ここはメインストリートぐらいの感じですか？そうですね。ここがメインの市場で、モール。お城から僕の学校くらいまでなるほど。これが市場。中央市場みたいな感じですね。これが一番の大通りです。何年か前に火事で一帯が燃えちゃって、それを機にちょっと近代的な建物。なるほど。フォトコラバマーケット。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、めちゃくちゃ席はすげえ豪邸じゃないですか。わあ、めっちゃ美味しそう。これに、松田作戦があるんですね。塩と化学調味料をいい感じで混ぜるのがタスクです。わかりました。マヨネーズいります？マヨネーズあるの？すごい。マヨネーズありますよ。
なんかガーナのマヨネーズめっちゃ高いですよね。めっちゃ高い。めっちゃまずいんですよ。まあこれもそんなうまいとは言えないですけど、それが僕もそうでもこれコートジボワールで買ったんですけど、ガーナ2倍してますね。これでなんぼ500円でしょ。500円、そうですね。そのくらいします。ですよね。そのくらいします。高いです。めっちゃ高いですよね。朝日さんって本気になったらめっちゃ食える。いや本気っていうか普段からめっちゃ食ってます。じゃあフライドポテト第2弾いきましょう。はい、わかりましフライドパスタとパイナップルでいく。塩である。た。こっちは味の素です。味の素。これ多分この結晶は味の素じゃないですか。すげえ。多分。松田君これ味の素なの？こっちは塩ですね。こっちが多分この形の結晶味の素だと思うんですけどね。ですよね。この形は。これうまいパスタが作れます。ちょっと持ってきますね。あ、全然多分これでいけてます。ポテトは。めちゃくちゃうまいやんけ。まあ言い訳するとホテルに泊まってもこういうのは多分起こる。ありますね。ありますね。あります。全然。ほんまに30ドルとか課金しても水シャワーとか全然アフリカあるあるの。30ドルだとあれですね。結構しんどいですね。そうなんですよ。今日こそはちょっといい思いをしてやろうみたいな。そうですよね。それで泊まったら水シャワー。チェアス。乾杯。乾杯。ありがとうございます。ありがとうございます。アクアバ。停電が終わりました。何も今すぐパッてやったら出てきたかもしれない。ああ、そうか、僕のせいだ。もうちょっとだけ水分飛ばしたいな。美味しそうなパスタ、トマトパスタとフライドポテトです。ありがとうございます。YouTube とかではい。収入にはなるんですか？あ、なります。なりますけど、僕はもう全然西アフリカの環境で精一杯で練習できないんですよ。もうまあコートジボワールあたりから電気は普通になったんですけど、そこまでが電気マジでなくて。携帯もじゃあ使わない。携帯はだから精一杯ですよね。僕ソーラーパネル持ってるんですよ。すごい、僕これ買おうと思って迷ったんですけど。ソーラーパネル。はい。でもガーナいらんでしょ。いらんかった。電気あるんで。はい。そこまでの国はソーラーパネルだいぶ助けられました。いただきます。いただきます。うまい。アクラの方にいつ戻られるんですか？もう明日も戻ります。あ、明日戻られる。朝戻ります。ああ、なるほど。今日からですね、3泊させてもらう感じの流れになりまして、久しぶりに動画編集を集中してできそうな3日間ができました。今からですね、職場である学校のなんかパソコンルームみたいなところを借りれるっていうことで移動します。9時間。Yes, please. Thank you. Medate. うまそう。いただきます。うまいですね。まあ確かに3日間連続がきついですね。美味しいんですけど、週に、2回。みんな毎日なんですよ。みんな毎日食べてる。
この人のブログはガリはキャッサバを砕いたものってなってますね。どっちなんでしょう。ランチ休憩、ランチタイム、動画編集がはかどっていると思います。インドミー What's your name? Asaki. Asaki. Yeah, from Japan. Okay. Me, Hawa. Hawa. Nice to meet you. インドミーと言われるインスタントラーメンいただきます。うまっ。これ最後の坂も登ってくれるんですか。さすがにそういかないです。そこまでは4区じゃないといけないです。Thank you, driver. Please here. ギネスのガーナ工場があるんでしょうね。ギネスってアイルランドのギネスです。でもこれマークもちゃんとアイルランドのギネス本社のマーク入ってて、ガーナ国内のギネスビールは多分ガーナで作ってるんじゃないですか。マルタギネス is Africa's leading ノンアルコールモルトドリンクって書いてますね。おお、スタウトビールみたいな色してます。黒ビールみたいな。いただきます。これはまずい。これ好んで飲む人たちいるんですかね。いるんですか。ちびっことかいます。これ好んで買うんですか。これをなんか健康にいいみたいな売り出し方。ギネスビールと一緒ですね。よくそんなに飲めますね。はい、マルタギネスでした。じゃじゃーん、親子丼を自炊しました。どうもありがとうございます。いや、こちらこそです。めちゃめちゃいろいろありがとうございます。発声してる？はい。めっちゃうまないですか。めっちゃうまい。ようやったな、自分でも。日本の味ですね。ねえ、みりんとかめんつゆとかもないのに本ガスもないし、めっちゃうまいな。いや、ケープコースト上で見つけてくれてよかった。いや、こちらこそですよ。はい、こんにちは、朝日です。日付は変わっております。エルミナ城からここケープコーストまで20キロほどサイクリングをしてきまして、ここに在住のアキラさんっていうね方と本当にこのお城の前で偶然出会ったんですよ。で、今そこで滞在させてもらってるっていうありがたいことなんですけども、そんな中で、はい、こんにちは。ケープコースト城やっぱり見ておこうっていうね感じで。I'm good, thank you. Yeah, welcome to 今から Cape Coast Castle. Yeah, 中を見に行きたいと思います。Nice one. エルミナ城は入場料が80セリ1000円ぐらいだったんですけど、ここは50、だそうです。600、700円ぐらいです。Yeah, this is 80? yeah, 80. It's okay. It's changed. すごいな。2021年2年前は 4T セティだったらしいんですけど、爆上がりしてる。One adult. Are you using camera? No. ケープコースト城とエルミナ城、どちらも奴隷貿易という歴史は同じですが、結論から言うとどちらも巡っておいてよかったです。ケープコースト城はエルミナよりも100年くらい後に完成。その後オランダやイギリスによる拡張を経て大きく近代的な要塞となりました。例えば男女で部屋が分かれていたり、排泄物を流すための溝が作られていたり、ドア・オブ・ノー・リターン、帰らざる扉はかなり大きいものになっています。そしてパレイバーホールという部屋では、奴隷を売る側のアフリカ人がヨーロッパ人と商談をしていました。王国がいくつも存在していた当時のアフリカでは、
ヨーロッパから武器を手に入れることが国力強化につながりました。そのために差し出すものが人間だったということ、それが約300年間も続いたという本当に恐ろしい歴史です。いけます。よいしょ。よいしょ。お世話になりました。あ、お世話になりました。あきらさん、お気をつけて。4泊5日。はい。あ、撮ってます。頑張ってください。困ったことあったら何でも WhatsApp で。はい。とりあえず手間、沖田さんのとこ着いたらまた予約します。了解です。ありがとうございました。はい、気をつけて。さあ、今日日曜日です。9月10日ですね。アクラまで120キロ、違う、170キロかあるので、今日は100キロ進もうと思ってます。明日アクラっていうのはガーナの首都ですね。で、そこのテマっていう地区、そこに住む、日本人の沖田さん、エルミナ城で会った方ですね。その方がまた次のホストになっていただけるということで向かっていきます。さあ、アクラに入りました。今3時半、平日月曜日やから閉まってますけども、こちらでございます。野口英世記念公園、そこに野口英世の銅像があります。うわ、くっさ。これがコーレラグーンと言われるアクラのなんだろう、スラム街ですかね。匂いがえぐいですね。多分明日来ます。はい、ここはアクラ隣町のテマです。今時間は8時。あ、こんばんは。こう見るとなかなかごついっすね、そうですね。ここです。あ、本当ですか。ありがとうございます。入れるかな。いや、ありがとうございます。よいしょ。あ、奥広がってる。そうです。ちょっと回転します。僕のチャリがそっち側に止まってて、はい。あそこなんかかぶせても止めるそうだったらあっても全然。あ、いいですね。ちょっと荷物外しましょうか。すごいです。ものすごい川です。昨日は川にゴミが浮いてるかなっていう感じだったんですけど、多分雨によってその浮いてたゴミが全部集まってこういう感じになってるのかな。まあすごいです。めちゃくちゃ汚い、えぐいです。匂いもすごく鼻に刺さるような刺激臭。世界で最も汚染された地区の一つと言われるアグボグブロシー、東京ドーム32個分、 USJ4 個分、リサイクルという名目でね回収された、先進国から回収された電子機器がここに結局その寄付という名目で集められてる、捨てられてるっていう説もありき、いやいやここに集まってるゴミ、電子廃棄物はガーナやナイジェリアや西アフリカから出てきた、電子機器、それの捨て方が分からずにここに溜まってるという説もありき、とにかくゴミの山です。墓場、そういう電子機器の終着駅になってるような場所ですね。アグボグブロシーはかつて
マングローブが生える青々とした湿地帯でした。1960年代からガーナの工業化に伴い農村部から仕事を求めて人々が移住し、大きな居住区となりました。そして2000年頃からガーナは中古電子機器を輸入するようになり、川沿いの地帯がアグボグブロシーとして電子ゴミの廃棄場となり、現在まで増え続けた結果、このような光景になったのです。うわ、すげえ。これすごいな。これもラグーン、川みたいな感じになってんのかな。なんかいろんなところでいろんなもん燃やしててさ、めっちゃ空気悪いです。ではなぜアグボグブロシーに電子機器がたまるのでしょうか。その理由は大きく3つです。1つ目は電子機器廃棄物の処理技術が乏しいことです。先進国にあるような処理施設やリサイクルのインフラが不足しているため、多くの電子機器が不法投棄され、川や海に捨てられています。これすごいな。アグボグブロシーではそこら中で煙が上がっていますが、ゴミ処理の目的と電子機器の中にある銅を集めてお金にするためにケーブルや本体を丸ごと燃やしています。体に悪いと分かっていても食っていくことで精一杯なので、それらをやるしかない状況です。何？これ水道管なんや。左右のホースは水道っぽい。ここの通行料1セディ、15円くらいのお金を払ったらそれで OK でした。価格表なかったので多分非公式です。さて理由の2つ目です。それはガーナが IT 産業に力を入れてきたということ。その結果として隣国が内戦や貧困であえいでいる中、ガーナは過去50年間比較的安定して成長してきました。先進国から中古電子機器の輸入を積極的に行ってきたのですが、現実は輸入されたコンテナの中で再販可能なものはおよそ 30%、 残ったほとんどが廃棄になったということです。そして廃棄物がたまる理由の3つ目は、これらがビジネスになっていることです。アグボグブロシーでは廃棄物を受け入れる業者が存在し、これらを解体するもの、修理するもの、運搬するものなどさまざまな仕事がそこに生まれています。こっちも橋があるんや。またガーナはサイバー犯罪大国です。アグボグブロシーに捨てられたパソコンのハードディスクからクレジットカード番号や口座情報、オンライン取引の記録など重要な個人情報を回収する犯罪者が何百人もいて、仕事がないからこそオンライン詐欺を真剣に取り組む若者が増えています。貧しい人々にとってこのような廃棄物処理やリサイクルに携わることは大事な収入源となっていて、もしそのような仕事がなくなると犯罪者が増え、クーデターや内戦が起きると言われています。アグボグブロシーの現状がそのような最悪の状況を防いでいる面もあるとして、改善に積極的にならない人々もいるということです。ポリッチおかゆですけど、見た目はココアミルク。いただきます。美
美味しいとは言えないな。味付けがちょっと僕の好みではないです。何のおかゆなのかな。キャッサバの粉っぽい味ですけど、ちょっとわからん。アスファルトの道路に戻ってきました。この後ろに広がっているところがアグボクブロシと言われるスラム街。はい、ちょっと緊張感ありました。雨も強くなってきたし、これにて終わります。砂肝ソテーです。いただきます。うまっ。最高。これこっちですね。これ1キロで500円くらい。35セリってことですよね。400円ちょっとぐらいじゃないですか。400円ちょっとぐらい。おはようございます。手間のヒロさんのお家2泊させていただきまして、チェックアウト出発しました。これからアクラを離れ、アシャンティ王国の方にサイクリングで行こうとしていました。ところがこの時、イギリスに戻るフライトが5日後に決まったため、このままアクラにとどまることにしたのでした。海沿いのキャンプ場で滞在しながら、自転車用の大きな段ボールを探しに行くものの、結局見つからず、自分で作ることにしました。その中で出会ったフルーツショップが本当に美味しかったので紹介させてください。はい、ジャパニーズプロダクト。やっぱりダイソーだ。さあ、いただきます。パパイヤと、パパイヤのことをガーナではポポっていうみたいですね。うまい。マンゴーとメロンみたいな、それのいいとこ取りの味。そしてパイナップル。やっぱりガーナのパイナップル、異次元のうまさ。こんなね、大量のフルーツ盛りで200円くらいなんですよ。17セディ。最高か。そしてフライト当日、キャンプサイトからサイクリングで空港に向かいます。段ボールは何度も崩れ落ちましたが、6時間前には空港に着きました。しかし自転車の梱包が予想以上に大変で、チェックインはギリギリ。動画は全く撮っていません。とにかく無事に飛行機に乗れたので、ガーナからオランダで乗り換えを経て、約10時間後にはイギリスに到着。これにて8ヶ月間のアフリカ自転車旅が一旦終了です。目標にしていた南アフリカまでは行けなかったのですが、チャレンジしたことでどうすれば達成できるのかが分かりました。それらを改善するためにイギリスで体制を整えて再びチャレンジしたいと思います。ここまでのご視聴、長い間本当にありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。